第6章、他界での生活。霊の世界とは、人が死後に行くところ、つまり天界のことと人々は思っている。だから霊の世界とは、地上の外側にある世界ではなく、魂の中の意識の状態だと言われると、人はすぐにはこれが理解できないらしい。霊の世界に時間と空間はないとか、いや、そうではなく、霊の世界ではここからあそこへ、この境からあの境へと訪れると聞かされたりする。それは地上を取り巻く世界であるとか、いや、それは内部にある世界だとか告げられる。一体これをどう考えたらよろしいのか。心の中に目を移してみよう。目を閉じ、内に思いを向けてみよう。やがて内界に真実なものの姿が目に映ってこよう。意識の世界と申すか、そのような世界に気づき、思いの向け方によってそれが変化していくことに気づくであろう。美しい思いを抱けば、内に映る光は輝きを増す。醜悪な思いを持てば、内の世界はくすんでしまう。そのように霊の世界とは、自分の魂の鏡の反映、そのようなものなのである。また別の例でお話ししてみよう。何人かの人が田園を歩いているとしよう。彼らの目にはほとんど何も映らない。彼らの心が周囲の何の反応も示さないので、自然の美しさに気づかないのである。他の一人が同じ道を歩くとしよう。彼は生垣や野の様や小鳥の姿に、光と影の作る綾に、ことごとに心を躍らせる。彼は肉眼で物を見ているだけではない。霊眼によっても物を見ているのである。第三の人が同じ道を歩くとしよう。彼がもし現象の苦の霊的生命に一層敏感になっているとすれば、彼の見る世界は一層変わったものとなっているのである。彼は一切の物質世界の美を目にするだけでなく、物体に差し入る生命の鼓動までも感じ取っている。彼の魂は霊界を反映しているのである。人間が肉体を去った時も同様なことが起こる。ある人が物質に溺れきったまま死ねば、その同じ状況が続く。つまり他界しても物質界とほとんど違わない濃厚な霊界に入るのである。彼自身はそれで満足なのだが、美しさなどはみじんもそこにはない。第二の人はもっと目が見え、物の味わいのわかる人だとする。彼は一層美しい世界に入るのである。第三の人物、この人は霊的に進歩しており、心の目の見える人だとする。彼は素晴らしい霊界に入ることになる。何度地上に再生してきても、上記のことは変わらない。人が肉体を脱ぎ、霊体をまとうに至っても、よく地上経験を身につけ、人格の成長も十分で、その魂に輝きが出てこなければ、決して霊界の美を見、またそこに入るものとはならない。しかし、いつかはいずれの魂も、幽体を脱ぎ捨てる時が来る。重い鈍重なものから脱落していく。幽体、精神体と旅路は続き、ついに正常となった魂は天界へと入っていくのである。なお、人は地上生活中に人格の力と魂の偉大さをよく開発しておかなければ、天界に入ってからもその視力と環境の点で限界が出てくるものである。地上では成功は知的な知識遺憾にかかっている。しかしながら、他界での成功は生命的経験や魂の知識の深さ、また高い波長にどれだけ感応できるか、これ遺憾にかかっている。これらのことは、その霊が器の大きさを増すこと、および霊の謙虚さ、これによって達成される。これはその人の環境の問題ではない。その人の物質的な事情とか知の問題ではない。ただただ愛とか忍耐とか同情とか、その人の心の問題である。還元すれば、心の器の大きさ、人格の美しさの問題である。ここで霊界の場所について一見しておきたい。皆さんは、しかし霊界に場所があるとすれば、地球の外側のどこかに違いない。またあなたはこうもおっしゃった。それは内部にあると。
こう言われるだろう。さて、皆さんに一番近い有的物質は、物質の中に浸透している。もし霊が皆さんの家屋に入ったとすれば、現実の壁や家具は目に入らない。その幽体ないしエーテル体が見えるだけである。それは、霊とは第三次元で生きていないからである。霊にとって物質は存在していないのと同じこと。存在しているのは有的物質のみ。霊の目に見えるのはそれである。これは風景の場合も同じ。霊に意識されるのは風景の幽体の部分である。物質はすべて幽体を持っている。霊にとり、その目に映るすべてのものには明るさと透明感とがある。皆さんの霊友達の家は、皆さんの家に重なっていると言えるほど身近に存在している。そこに空間というものは存在しない。霊のすべての領域は互いに浸透し合っているのである。これすべて波長の問題である。あなたの目に幽界が見えるか、霊界が見えるか、それはあなたの発動する波長の能力遺憾による。あなたは死ななければ内的世界に入っていけないということはない。死後の世界では何を食べていますか？食べることができるのですか？一体どんな生活をしているのですか？など、いろいろ質問されることが多い。さよう。幽界には美味な美味しい果実がある。そこの住人たちはこれを摘み取ったりする。また、望む食物なら何でも手に入れられる。しかし、高い教域では食欲は消えてしまう。ただし、皆さんに理解してもらいたいことは、霊の世界とはいえ、それは堅固で実体を持ったものである。そこの従者たちは、食事を楽しむことだってできる。ただし、それを望むならだが、彼らは実に美味しい食物を食べ、ブドウ酒に相応する飲み物を飲むこともできる。ただしそれは霊的実質である。あちらの世界での飲食物はすべて、その本質が霊的である。それは霊の世界に住んでいるから、そういうことになる。しかしながら、その真実さにおいては、地上の食物が皆さんに実体を持つのとまさに同様である。高い教域の霊たちは、思いのままに実に美しい、柔らかい素材の衣類を身にまとっている。そのような美しいものは、地上には存在していない。我々がこのように申しているのは、霊の世界の生活が地上と同様に実体を持っていること。ただし、美しさにおいては、非を絶しているということ。これを伝えたいためである。また時には、次のように質問されることもある。霊の世界でも年を取りますか？私たちは老人の霊を見ることがありますが、それはなぜでしょうか？と、霊界には年齢は存在しない。成熟の時があるのみである。熟年に見える人がいても、老衰のためではない。そのものは常に生命に満ちており、健康、健全である。霊は望みのままに概要を変えることができる。そこで地上を訪れるときは、死ぬ直前の姿で出現することが多い。それは自分であることを分かってもらうためである。さて、幽界に戻ってくると、再び立派な本来の自分に帰る。地上の皆さんはいろいろ違った衣類を持ちたがる。我々の衣類はただ一着。ただしそれは意のままに様々に変化する衣装なのである。例えば白衣でターバンを巻いて、東洋人の姿をとることもある。また、羽の冠をつけたアトランティス人の姿をしたりする。あるいは、鷹の羽の冠をかぶって、アメリカインディアンの姿をとったりすることもある。時には思いのままに、古代エジプト僧侶のような姿をすることもある。皆さんも同じ姿をすることもできよう。あなたが今何であろうと、これまでにどんな前哨を送ったにしろ、その時の姿をすることは、これは別に何と申すこともない。依然としてあなたはあなたである。あなたはその衣装にぴたり。また、衣装もあなたにぴたり。霊の世界の建物は美しい。科学者のためには大きな研究所がある。天文学者のためには素晴らしい観測所がある。音楽愛好家のためには音楽堂があり、園芸家のためには絵も言えぬ美しい庭園がある。
他界では考えうる限りの望みや願いを満たすに足るものが揃っている。空の遥かな彼方には、霊の生活を遮る何者もない。生と死を別個のものと考えてはいけない。志願とか悲願という考えは禁物。永遠の生命。そう考えることである。つまり生命とは永遠の現在。これを知ることが肝心なのである。あなたの伴侶が死ぬと、魂の世界、知的世界へと入っていく。それとともに肉体につきものの重苦しさ、倦怠感、やりきれなさ、そういう感覚がなくなってしまうのである。地上では、ただ日常の生活の糧のためだけに、せっせと働かねばならぬ人が多い。彼らは金儲けのためには、正しくないことでもやらねばならないのである。こういう人たちが死ぬと、もうこんな金儲けはしなくてもよい。好きな仕事に没頭できるのである。いろいろな制約、多くの恐怖の一切から自由になって働けること。もう好きな仕事のためだけに働けばよいということ。これが一体どういうことか考えてみなさい。死後の状態とはこれである。彼らは四六時中活動を続ける。そこには焦りもなければ、苛立ちも一切ない。その仕事とは、魂の表現、これである。彼らは好きなことのためだけに働いているのである。そこには安らぎがあり、平和があり、愛がある。